皆さんご機嫌いかがでしょうか。バドンカドンクのポッドキャストバドンカドンククイズ。はい、始まりました。風邪ひいてるな吸っててんな、吸っててんな。イエあとってやった後さ、もう一回親指戻ってきたよ。ーいやまだちょっと残ってた。残ってた。 Yeah, yeah. 広いからな親指がな。Yep. まあこれは多分ね、後で紹介しますけど、撮影場所にちょっと合わせてやってきたんかなと思いますが、Yeah. バドンカドンクおった？バドンカドンクおった今。おった？おったよ。バドンカドンク吸ってたんや。ピンポン。だから俺は俺はだからミスターバドンカドンク。何頼むが答え。バドンブブバドンじゃないか。ラーメンバドンカドンク麺。ブブなんでよ、come on 日本人よく言葉バドン麺。so close 惜しい。バーメン。 Jesus Christ 違うの？なんでもっと離れるんだよ。クロースって言ったやんけ。バドンカ麺。ピンポン。お前のさじ加減やってな。バドンカドンク麺の方がなんか気持ちいいねんけど、私は。バドンカ麺。バドンカ麺ですか？いや、担々麺、バドンカ麺。You know what I'm saying？ わからない。No いや、絶対そうだよ。はい、ということで、バドンカ麺でした、今日は。Yeah。なぜならば、Yeah。はい、これ前回に続きまして、はい、私たちまだ LA におります。Yeah。場所は行楽。ロサンゼルスのリトル東京にある幸楽というラーメン屋さんをちょっとお借りして撮影をさせていただいております。まだどうどういう気持ち外人おやめろ、ちょっとリスペクト、外国人って言って。This is LA yo you're the 外人いやここおったら何も思わん。俺まだここにラーメン屋さんおるから俺がまだ外人って感じる。ちょっとだってちょっとお醤油とかお見せしていい？ Yeah。 失礼しますね。ちゃんと手きれいです。絞りたて生醤油とかあんねやんか。全然日本におる気分。ラーメン屋さんね、ここね。ほんまケチャップないんかい。入れるラーメンに入れるんやったらいいけど。ちょっと探してた、はい、ということでね、そのラーメン屋さんのこのカウンターをお借りしてやってるわけですけれども。Yes。はい。どうしたの？お客さん入ってきたかも。お客さんが。はい、いらっしゃいませ。すっごいウェルカムな感じは伝わる。いや、やっぱラティン系メキシコ人とかオレラってやるやん。合わせてんの。今のメキシコの感じやったんや。そう。映ってないから分からへんけど。まあね、日本人はちょっと L と R 難しいんであんまりやらんとってほしいけどね。Yeah。はい、ちょっとね、これ今わざと立ってカウンターなんですけどやってるんですよ。Yeah。座ったらちょっとどんな感じになるかっていうと、こうなるんでちょっと立ってやらせてもらってます。普段はみんな座って食べてますからね。Yeah。はい。Yes。で、せっかくラーメン屋さんなんで、今回のテーマバドンカ麺ないってなんでシリ吸うねん。シリ吸うって私いまだに感覚わからんねんけど。いや、舐めんのもあるけど舐めた後いろいろまだジュース残ってるからこれ広げてって今日のテーマはですね、食事のマナー。この話の後したくないねんけどいろんなマナーあるんだよ。ベッドルームのマナーもそれもおもろいな。ベッドルームのマナーマナーね。でもレストランだからまずは食事のマナー。OK。多
分やけど。でも ass も食事だよ。You know what I'm saying? Eating ass? 私はいらん。ちょっと not my type。OK。まあそれも一つの食べ物のカテゴリー。絶対いらんけど。OK。まあだから、 Yeah. 言ったらさ、多分食事のマナー違うと思うねん。だからまあ日本がちょっとうるさいところあるかもしれんなと思って。確かにそのお尻食べてる時それはそのどの国でそのどのマナーがあるかわからないんだけど日本ももしかしたらあるかもしれんけどな。確かに。そうだからまあその困ってないいやラーメンすする文化じゃん。そうですよ。だから絶対日本人の女性、お尻舐めんの上手と思う。上手じゃないはずない。すするのがお前舐めるのなんってほんでこっちがやるんや。こっちがすするんや。そう。まあスイッチもあるけど、You know what I'm saying? はいはいはい。それはもうタイプによりますけどもね。そのAnyways、まあ簡単に言うと私が昨日エルチョロっていうメキシカン料理屋さん、メキシカンやな、行ったのよ。でその時にやっぱ量が多くて、こうご飯を食べきれなかった。でも一人なんとか1プレートずつ頼んでんけど、これを例えばその残していいのか、もしくは1プレート頼んで残さない方がいいのかとか、なんかその辺がどっちがいいマナーなんやろうっていう。ちょっと私は気になったわけよ。なるほど。なぜなら日本は残さない方がマナーとしてはまあいいというか、ご飯的には全部食べるのが行儀いい。まあやっぱそういうことになるなあ、俺の日本人のおじいちゃんとおばあちゃん、もうラストおばあちゃんしかいないけどやめやラストおばあちゃん、生き残りのおばあちゃんみたいなやっぱなんかディプレッション、戦争の後のだから、ご飯粒一つ残したら俺怒られてた。でなんか残ってたら、お茶碗についてたら、なんかコカ・コーラ入れてなんか全部終わるまで。急にアメリカナイズドするやんお前。それアメリカの方のおばあちゃんが入ってきたで。いやそう俺多分合わせてくれたのちょっと合わせてないよ。食べられへん。米とコーラ絶対合わんから。でもほんまにどうなんやろこれ。でも行儀的には、私もうそのおばあちゃんとかお米残ったら、お茶入れて、お茶入れてその取るとかはあったから、ただちょっとそれ行儀いいかどうかは分からん。そうなの？それめっちゃ行儀いいと思ってた。それがこいつ貧乏なんだってそれで分かんの？貧乏じゃない。その綺麗に取る分にはいいねんけど、そのなんかお茶入れたりとかその混ぜるのはあんまもしかしたら行儀よくないかも。で皿舐めんのいい？絶対あかん。そうそれアメリカやったらなんか美味しさを見せるためにもう皿全部食った後皿を見せて、なんかって舐めんねん。絶対嘘。全部ジュース舐めんのが美味しかったよって。絶対今日聞けるで聞こうと思ったら聞けんで全員に。なあよ for real 本当に。お前トム&ジェリー見たことないの？トム&ジェリーあるよ。やってるからそういうの。それ猫やん。猫とネズミがやってるやん。人ではないから。Okay. なんかさ、だんだんさ、ちょっとだけ話してるけどさ、漫才してるみたいな気分になってきてんねやんか私。確かに。この立ちながら喋ってると、こうなんかわかる？めっちゃわかる。マイクが一個ずつあるだけで、これなんかここに一つだけ欲しいな。もうちょっとだから話すモードがネタの感じになってきてんねやんか。めっちゃわかる。俺もなんか肩の位置もなんかそのちょうどあるじゃん。そのハの字な。そうそれもなんかやってる感じするし、ボリュームの感じとかな。いやー懐かしい。なんか久しぶりになんかゆうきとちょっとだけ照れくさい。私恥ずかしいけど。もう一回入ってくるスタート。どうもって、今から、いやいいです、いいです話が。いやじゃ待てお皿舐めるはまあ絶対ないけど。あるんだよ。Okay. ほんまに絶対。Yo, you licked the plate. You licked the plate clean to show that it was good, right? For manner よ。マナー的に Good manners.
絶対 It's good manners. See, yeah, he was like, yeah, yeah, yeah. あかん、多分なんか聞く人間違ってると思う。Okay, じゃあ本当は、じゃあ、めっちゃ高級のもう like 5 star like 高級 whatever めっちゃ泣いてためっちゃ高級のレストランで多分失礼。いや絶対あかんと思う。でも、俺の実家来ておばあちゃんの料理食ってプレート舐めなかったら、怒られる。まずかったって。そのおばあちゃんはどっち？アメリカやな。アメリカ。オッケーオッケーよかった。でこういう行楽こういう店もお皿全部舐めた方がいい。本当に？Yes, yes, yes. He was like, いや汁飲み干すはわかる。Yeah. なんか飲み干したらそのめっちゃ美味しかったみたいなのわかるけど、まあこれはコメントで聞く。ほんまに舐めた方がいいと思うのマナーが OK なんかちょっと現地の人教えて。ちょっとここの現地の人信用ならん私。でちょっと舐め方もある。なんだと？ちょっと目あってってやったらボーナスポイントが入ってきて、何が嬉しいね。美味しいデザートが出てくるね。店員さんから。それはなんか違う誘いが入ってないか。このあとどうみたいな。いやまたそれは多分ないやろうけど、まあでもそこは一緒やな。多分プレートをきれいにするは一緒やねんな。Okay. とかまあ前の答えるとしたら、はい。リアルでアメリカは、飯を持って帰る文化やから。なるほど。私が残した絶対拾ってないよ。ごめんなさい。なるほど。なんか漫才でもさ、体こっちだけどなんかまだマイク。でも漫才は真ん中にマイクあってくれるからさ、私ここに来なあかんねよ。多分位置が変なんだよ。But yeah, okay. まあまあ。いやドギーバッグ。ドギーバッグな。まあなんかスタイルもあるけど。それはベッド。それはベッド。ドギーベッド置いといて。ドギーバッグがもう基本持ち帰り。ドギなんていうプリーズ。ドギースタイル。Can I have 間違えた。Please doggy bag。ドギーバッグ。ドギーバッグで分かんないよ。持って帰っていいっていうのが多分日本ないねん。Yeah。あかんねん。お店は。俺の日本人のママが、日本人のママの方。もう40年アメリカに住んでる。生まれ育ちの日本人のママがアメリカ40年も住んで、久しぶりに東京に俺会いに来た時に、あいつどこでも行ってももうドギーバッグ聞くの。ドギーバッグある。ドギーバッグある。お持ち帰りの袋が欲しいの。どこ行っても。でやっぱそれがもったいない。それが残して、それが逆になんかもったいないって思ってんの。いや確かに。いや正しいねんけどな。お店はあかんのよな。Yeah。Why？O157があったのよ昔。これなんか前話したのちょっと待って。O157英語知らんねん。食べたらお腹壊すやつ。O157。0157。違うな多分。多分違うな。なんかそれいる場所にいるときにそのルールをちゃんと守りなさいなやつでしょ。どっか、アメリカにいるときはアメリカンっぽくやれ。違う。それ GO にいれば GO に従えや。お前音だけでよう出てくんな。O157 か GO にいれば GO に従えって。これでも私を褒めてほしいかも。今のこれに関しては。いや今のいいヒント。今の漫才？違う。モードが抜けへんちょっと。I see。いやしかも俺の立ち方こうだもん。なんで？なんか漫才してる。なんかいつもなんかこうとかこうやん。確かに。私手で前で組んでる。俺後ろ派。OK。何の話？O157 持って帰って菌が繁殖しちゃって、要するにお腹壊す菌が増えちゃってん。It's probably E. coli。かな？E. coli と思う。合ってる？合ってるわ。それがあってからそれがやっちゃったらお店の責任になっちゃうから持って帰ってあかんってなってん。お店の責任なんのそれ？お店の責任になる。なあそれ買った人の責任。その店から出た瞬間はもういやでもなんかポテトフライにネズミ入ってたら。ポテトフライにネズミ入ってたら多分だからネズミ死にそうなってんじゃん。いや普通にアメリカのマックとか普通にポテトフライかごめん時々ネズミとか指とかマジで言えへんけど、入ってる時あるから。
まあそういうのがあったからI see. あかんっていうので、ちょっとそれで今また話飛んじゃうので思い出すけど、まあ日本はドギーバックがないと、あかん理由にな、これ私見えるこの A 見える。おい外人たちこれ何か知らねえだろこっちでは現地人いや今アメリカやん、外人たちで今キャメラの後ろ見てる人たちも多分日本人多いから外人、そっち難しい。そう俺キャメラの外人に言ってたのじゃあ日本人や。日本人まあもうそこ他の人たちもや。これアメリカだからね、これ何か知らねえだろ。この A っていういろんな、お店にあんのよ、その ABC かな、なんか月に1回、急に来るよのノティフィケーションなしで、知らせナイスワード、知らせなしで急に来て、レストランとかにね、で抜き打ちな、抜き打ちや。でアメリカの歴史のクイズされて、全部うまく答えたらこの A もらえるの。全部だから満点取ったの。桃鉄みたいなことしてくるやん。ボンビーみたいな。そうだからアメリカの第一大統領は誰ですか？ドナルド・トランプ。これ F に変えようか。これ F になったな。絶対あかんやん。それで F になったな。第一トランプがそういう意味が分かってる。ドナルド・ J ・トランプってだから今 F になります。ダメです。このお店はもうちょっと今落第しました。すいません。But yeah。違うやろ。違うやろ。いや本当にその Health Inspector って言って、ヘルスインスペクター。Health Inspector。もうアメリカだからもう優しくカタカナ英語にはもうしないよ、勇気のために。私が視聴者のためにしてねや。じゃあヘルスインスペクターやってくれるやん、ありがとう。ヘルスインスペクターなが何それ月 1？ どのぐらいで来るんですか？年に3回。OK。年に3回で来てさ、やっぱこのお店のちゃんとしてるか、衛生やな、その綺麗やっぱこの天井とかなんか埃あるとか、そのグライムとか油の汚れとかな。やっぱ全部めっちゃ綺麗。いやもうってめっちゃ綺麗ね。めっちゃ綺麗。でやっぱA はもうnice、めっちゃsuper good、and then there's B、C。どこからシャットダウンされる？もうここはもうダメですみたいな。C 以下ダメ。厳しいな。まあでもちょっとどんなとこか想像がつかへんねんけど。だから C からスクイッドはもうダメ。以下？ C 以下か。くそ。でもタコはオクトパスは OK。タコってないの？ないわ。イカとタコだけ。はい。OK。続きどうぞ。そのこの Aだからそれのレベルでお店の清潔さとかが決まってるってことやろ。というかテストクリアしてますっていう。でえぐいでしょこれってお客さんが全員見えるな。まだでも私これってもう裸で歩いてる感じだよ。お店としてな。なんか俺がやりたいか、女性がそのもう全部見せてくれて、俺がCやろっか。なんでお前そっちがな。こっちがこうかもしれんからな。いや俺うちらもな。俺裸歩いて俺のあそこ見てC マイナス。C マイナスな。You know what I'm saying？ あんま見てないけど多分女性だ。いやまあ言ってるのがそういう感じじゃん。いやこれはすごいなと思う。いやなんか食うか食いたくないか。日本はやっぱさすがにそれはないな。そういう一応管理のしてますってかいうなんか証明はあるけど。俺正直思うんだけど、このシステム、日本でやったら、全員失格と思う。正直。いやそんなことない。マジで全員失格。いやそんなことないよ。綺麗よ日本のお店。なあもう渋谷の焼き鳥屋さんもうほぼ全部アウト。古い店な。確かにな。絶対もう屋根天井見たらもうなんか油だらけで、もうなんか人が後ろで歩いてる時にクイッっていうもう普通にお店入った時もそうやもんな。そうベチっていうとこはある。あれだけでもう多分 C だもん。いやだからちゃうねん。ここはジャパニーズのなんていうの保証というか、その衛生面高いからうちらはレベルが。その君たちはそのほったらかしにするととんでもないことになるやん。ネズミがいるやん多分。指入ってるやん。
当たり前に親指多分入れてきたりするやん、多分知らんけど、でもうちらの国はむしろそのラインがベースで保たれてるから、その古くて汚い店が逆にうまいみたいになってるんだと思う。わかる。わかんねえ。それはディベートしようと思ったけど本当にやっぱ汚い店美味しいよな。美味しいね。I know、 何それ。おじいちゃんおばあちゃんやってる店とかめっちゃ美味しいね。そうなんかあれ本当わかる。それは分かってくれね。だから日本は逆になんか C ぐらいが一番美味しいかも。この検査においてはな。確かにな。日本はね。A やとみんな同じ味かもしれない。いや本当そう。ちょっと衛生の話になってしまったけど。マナーな。マナー、そう、そのお箸のマナーとかはさ、うちの時やっぱ厳しいから。Yeah, I know、もう箸のマナー、マジ思うんだけど、日本人より、日本に住んでる外国人の方が箸のマナーうるさい。あいつらなんか知ってるぜみたいなのが絶対あんねん。勉強してきてるからな、多分な。そう、なんか日本人がなんか渡るとか前の相方渡るとか箸の使い方と外国人の使い方、外国人の方が全然うまい、綺麗、マナーが上手。モテる？めっちゃモテるよ。ちょっとお箸あるんで一旦失礼します。じゃあ俺一回いいね、割り箸の使い方。まずはちょっともうあかん気するんけど。おいおいこれいい木だ。竹な、竹やでそれ。木じゃないで、竹やで多分。バンブー。Right? You saw that? You saw that shit? And then boom. 揃ってないよ前。See how that's parallel? まあちょっと遠いけどね。まあ私が確認してますからね。いや俺上手。いや俺ちょっと何癖つけたかったけど上手やわ。俺マジで日本引っ越してきた時、時差で眠れなかったの。急に。でちょうど夜中の番組が箸のもうビジネスご飯の箸の使い方。そんな番組あんねや。で俺寝れなかったから、もうすぐキッチン行って箸取って、もう夜中3時間ぐらいもう練習して、その日からも使えるようになった。だから俺はもうこの何年住んでちょっとずつじゃなくてもうワンナイトで習得したと。Like まずここにこう置いて、これがベース、この子は動かない。でこの後この3つの指で先ちょトン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 で、これを3時間続けてやったの。けなげ来た日に。いや素晴らしいです、素晴らしいです。お前フォークとナイフの練習したことある？ない。それが違い。ない。だって箸で全部いけるやん。じゃあステーキ箸で食えよ。うちの和牛は柔らかいんで、箸で切れるんです。和牛はね。That's soft little 和牛。Okay。いやでもちょっとそこは怖い。なんかマナーにうるさそうなイギリスとか行ったら私多分めっちゃ怒られるかも。でも今勝手になんかイギリス差別言ってない？差別じゃない。マナーにうるさいって褒めてるから。褒めてる。日本もそうやから。アメリカは大丈夫と思ってる。じゃあ、普通日本人って、なんか日常のマナーめちゃくちゃいいと思う。Like, you know what I'm saying? 周りを見て綺麗にする、you know what I'm saying? ありがとうございます。だけど、ラーメン食う時だけうるせえなと思った。その音ですか？ Yeah。ちゃうねん。それって何？これは音してる方が美味しいねん。そうなの？すするときに匂いとか空気とか味とか全部すすってんねん。Wow。これは音立てて食べた方が美味しいから。これほんま。本当？ほんま。でも俺最近新しいホビーができて。新しい趣味ができたと。俺夜中、酔っ払った後、ラーメン屋行くの。
はい、ああいいね、でビール頼んで、ラーメンすすってる J ベイブを見つけて、はい、ずっと見んね。怖っ、楽しい。その趣味、もうそれが趣味なの。もう酔っ払ってて J ベイブがずっとやってんの。やっぱなんかいい、なんかいい。なんか直接的害をなさない迷惑外国人やわこいつ多分直接的害がないから問題になってないだけで、その趣味は一刻も早くやめていただいて、そっちのマナーの方を学んで。確かに、でも、あれはすごいこんな終わり方したくない。終わりじゃないよ。まだ終わりじゃないの。マナー俺もう終わりに来てると思った。もう終わり。そうだね。まだ話したいことがあればどうぞ。日本のもう一つ、多分外国人が知らないマナーを教えてほしい。うわ細かいもん、日本人ってなんかマジでお箸やと思う。なんかいろいろあるやん。お椀は持って食べて。Wait, what? お皿は持って食べてください。今なんか、メキシコ人の友達ホアンを持って食べてください。ホアン持ってなんかホアンもびっくりするやろ。なんか浮きながら食べてんなってなるやん。漫才みたいになるから、なんかこの感じがね、トークなのこれは。トークだもんな。トークだ。お椀は手に持って食べないとちょっとマナー違反。置きっぱなしやとちょっと行儀悪い。とか。あとはお箸で遠いとこになんかあるなと思ったのをお箸で寄せたりしたらダメ。だからどれにしようかなのお箸もダメ。迷い箸っていうね。迷い箸。迷わないでください。Wow. 心を決めてから言ってください。I see. かっけえ。OK。その辺が結構一番有名かな。ちょっと許されてるのもあるし割と。OK。だからこのね LA の地で日本のマナーを解くのもどうかとは思いましたけども、よかったら覚えてください。私も勉強します。3時間の夜中の番組で。